ストローを使った吹き方の練習が話題になってますけど、あれどういうことですか？教えてください。まあいろいろ僕も教えていて、あの、そう、難しく考える人たちが多すぎるっていうかね。なんでストローとかこう加えた時に、こう、加えないんですよ。大体同じ角度ですよね。この時に、これはね、噛まないんですよ、ストロー。で、尺八吹いてる人はよくね、こうやって吹く人いるんです、こうやって。で、これも、だから歯を食いしばるなって言いたいんだけど、食いしばっちゃった人に歯を食いしばるなって言ってもそれできないんです。でも、これだと空気を出しているのに、で、これね、やった時に、ここどうなってるかって言ったら、これがもしも、これ物だから、これを挟んでますよね。でも、この横から漏れることはないわけ。だから多分これを空気中だとしたら、噛まなくても、いや挟まなくても、できるじゃないですか。その時に口の中はこれを噛んでないんで、噛まないことがすごく重要だし、だからここから空気出そうと思ったら、まあこんな細いところだからそれなりにちょっと脱力かけなきゃいけないんで、非常にこう自然に空気出せるんです。でそのまんまね、いう口に、だからここに鳴るとこがあるじゃないですか。ここですよっていうふうにすると、口を一文字に締めて、ああしてこうしてうわーって言ってわからないよりはわかりやすいんじゃないかなと思ったっていう。尺八というとものすごく息の圧力がある人がものすごい肺活量で吹かないと音が出ないというイメージがとても強かったんですけども、そういうことではなかったということそういうことです。なんですね。だからまあ僕は多分歌と同じかなと思ってるんですけど、まあ、だからそのどんな歌を歌うかって、歌の時に歌を歌う時にでここからやる人いないですよね。でどんな歌を歌うのかで決めたら別にそうする歌もあるかもしれないけど、眠れて時そんなにやんないじゃないですか。でもなんか尺八ってこうさあ吹くぞって言うとね、なんかこうそれでその音かよ。イメージ。でも多分そういうのは初めから何かこう変なこと考えてる。難しい。ならない。途中で空気なくなったら困るから吸っておこうとか。だけど僕たちこうやって喋ってる時に今から長ゼリフ言うから喋ることないですよね。確かに。慣れてるからもう別になんかちょっとだけ息吸ってまた喋ればいいとか普通に考えられないかなっていうのが全てすべて全て基本。自然にというこ自然にとなんですね、はいはい、無理がなくという。でもこの角度をね、吹き口の角度とかその上の角度を変えるだけでもものすごく大改革大革命だったと思うんですけれども、その他にもいろいろこう改良されたんですよね。まあ改良っていうかそういうふうに言うとねなんかすごい自分がなんかものすごい発明したみたいな感じなんだけど、さっきから言ってるように今までの変化を分かりやすく人間が生きてる間に分かりやすい10年間ぐらいの間でその変化見ようとしてこうギューッとこうやるとこうなるっていうことでそんなに難しいことやってるつもりはないです。尺八のまあここもこうなってますけど、はい、これも徐々にやりつつあったしやってた人たちはいました。これも僕が発明したわけでもなくて、西洋楽器はみんなこうなってますけどね。これもちょっとあまり物理的な難しい話までできないんですけども、ここがスポンってこう切ってあるところからこう音が出てくっていうのはここに音が狭いところから外に出る時に抵抗があるんです。その抵抗を減らす効果があります。だからメガホンも実はそうで同じ人間の声なんだけどここからいきなり声出る時はちょっと抵抗があるので小さく聞こえるけど、まあこうやると、そっち側には大きく聞こえるっていうような、まあ、そんなことがあるんでこういうふうにやることはまあこの一番下の音にしか影響ないですけど、抵抗が少なくなるから何が起きるかっていうと音が大きくなるっていうんじゃなくて小さな音もちゃんと出せるってことになってくる。そうです。だから僕の楽器は、まあ、確かに大きい音も出せるんですけど、まあ、そっちばっかりちょっと注目されちゃうんで、まあ、何でもかんでもみんな大きな音で吹くから
あの楽器はうるさい楽器だって言われるけど、そのために作ったんじゃなくて、小さい音も出せるように、つまり無理しなくていいように、やらなくてもいいように、と出せるように作ったものだっていうことですよね。まあそれでまあ例えばここにも、まあ、メリカットなんて言ってるけど、まあ、これもどうせこの穴とこの穴っていうのはこう1音上げる、1つ開けると1音半変化しちゃうんで、こうやるとまず最初の半音、次の半音っていうふうにやるようにこうカットすると小さく開けられるんで、でメリカリって尺八のもう特徴ですって言うんだけど、まあ確かに特徴だけども、いちいちやりたくないことです。まあでこうみんながねアクション的にはメリだからこうやるように思い込んじゃうかもしれないけど、思い込んでました。尺八の人はそういうふうに出すそうやるってメリをされるんだと。はい。でもそれはこれやると音色も変化しちゃうから、今みたいにドレミファって吹く時にその音色の変化いらないんですよね。やりたくないんです。だからだから七香尺八ってできてきたんだと思います。七香尺八とは、従来の五香尺八より半音階の演奏を容易にするために指穴が7つ開けられた尺八です。大正から昭和初期にかけて9香や6香の尺八も発表されました。だからそれの同じ発想は一緒です。別にやりたくない時にはやらない方がいいんで、だって指だけでこうでやりやすいようになるわけですよね。こうちっちゃくこうカットしておくとね。指のそのちょっとした開け具合だけで音程が調整できちゃう。いろんな基本的なところはもうこの竹のオリジナル尺八でほとんどやりたいことはやったわけです。だからそこから先は一番大きいのは割れないこと。今ね世界中で尺八は注目されてるんだけど、もううちも海外から問い合わせがあるんですけど、なかなか海外の販売をしたいと思わない原因がやっぱり割れちゃった時どうするっていうこと、それから漆を塗ってるっていうのも一つだ。やっぱり日本人だってかぶれる人は結構いるんで、ただ日本の場合は漆器でかぶれるっていうのはまあどことなく OK じゃないですか。ね、だけどそれのダメな国でかぶれた日にはね、何言われるか分かんないとかいろんなことがあって、海外にちょっと出せないでいたっていうのもあるんですよね。で割れる原因もあります。海外行った時によくホテルで乾燥するので、なんか水にタオルを濡らして包んでたって聞きます。いや僕は北海道出身なんですけど、北海道ですら怖いですよやっぱり。そうなんですね。湿度だってもうすぐ 20% ぐらいです。10何%ですからね。冬北海道に行くと。じゃあそういう心配もない。割れちゃうんですね。割れちゃいます。だから僕もステージ上で本当にステージ上でですよ。ステージ上で割れるとどうしようもないじゃない。温度が高くなると音のスピードっていうのは上がってくるんで、音程が高くなっていっちゃう。それでただしあんまり影響ない感じがします。僕はこれちょっと1年以上ずっとこれを吹いてるんですけど、メタルの場合ね、こっちよりその辺のコントロールはしやすい。それから日本人だったら例えばお前が吹いてる楽器と違うじゃないかっていう人はいないと思います。竹なんで表面も違うし、だけどやっぱり言ってくるんですよ。ああいう黒いいろんなこういう竹が欲しい。ね、模様。これ言われたらもう絶対ないです。でそれは製品だから、普通だったらメーカーで作ってるんだからあると思うだろうな。そういうところに答えられなかったっていうのがあって、だからこれのそういう必ず同じものを届けられますっていうためにこういうのを作ったっていうのが一つあるんです。だけどこれ実は4分割になってまして、で今まではここにしか切れ目がなかったんですけど、3つでしたもんね。はい、ここの全ての穴の上にここに中継ぎができたことで若干ピッチ調節が可能になっています。なるほど。これはフルートとかと同じ。でもこれも万能ではありますよね。ここからの距離があまりこうやると
バラバラになっちゃうので、わずかに高かったらちょっと伸ばすっていうことはできる。正確な円に丸になってるわけじゃないからこう持ちづらいとかでいろんなことがあるんですよね。でそういうことはこれでまずないです。左右全く対称なものを作ることができた。それからこの歌口も、人間が作ってるんでなんとか左右対称にやってるんだけど 100% 左右対称ではありません。まあもちろん人間の顔が左右対称じゃないからいいんですけど、やっぱり全くこう全てが同じになったものを持った時の人間のこの安定感ってものすごく大きいんだなっていうのは、まあこれ作ってわかります。だからさっきもしかしたらパッと持った時にどこをこう正面にしたらいいのかっていうのは分かりづらかったかもしれない。それ自分がね、慣れてるからパッとこうやってたんだけど、これはもうここしかないんですよ。左右対称なそうな感覚。だからそういう全てのものが整った時の人間の安心感って結構大きいんで、だからこれはだから演奏してる時にもそのコントロールっていうのは非常にしやすい。つまりこうやろうと思った時にこの場合はちょっとこうしないといけないってことが積み重なってくるとどっかにストレス感じながらやってたんですよね。でそれはもうないので、それ思った通りにやればこういいわけで、だんだん人間が自分で声を出すのと同じ感覚で操れるようになってくるっていうのはすごく大きなメリットなんじゃないかなと思うんですけど、均質であるっていうのはそのまず全てを一定にできるか、ね、これは全ては一定にできない。竹が持って生まれた形の中で作っていかなきゃいけないから、あっちこっち妥協があるわけですよ。内径がどんどん細くなって下の方はどうしてもこう肉厚になって穴が深くなってくるっていうのを調節したり、そうするとこの内径が曲がっちゃったりで、いろんなことが起きてくるんですけども、これはもうあらかじめそういうことは設計しながら作れるんで、穴の深さを統一させたり、いろいろなその、何ですかね、これではできなかった均一なことがこちらでできるんで、一つ一つの音がとても確かに均一になってきます。しかもなんか音の立ち上がりもいいし、あとその音の伸びも大変良いと。僕が今まで作ってきたオリジナルタイプへの評価だと思います。でそれをもっともっと、自分なりに理想的にやってるんで、今作ってる竹よりこっちの方がはるかにいいかって言ったらそんなことはないです。いいから作ったっていうわけではなく、要するにこれのばらつきがないものをもう一個作ったっていうぐらいな。3D プリンターの話も皆さん大好きで、あちこちで取材受けると 3D プリンターで作ったんですかって必ず聞かれるっていうことはよくあります。だから 3D プリンターで作ったっていう方がなんか多分話題なんでしょう。でも確かにだからこれの設計段階では 3D プリンターは使って、それでも新作品いっぱいありますけど、あくまで 3D プリンターっていうのはこういう工業製品で試作するのが結構な金額がかかるものをローコストでできるっていう代替品でしかないんで、だから確かにもういっぱいありますよ、作ったやつ。でもそれだけの話で別に3D プリンターで作ったからすごいんではないんですよね。自分たちでやったこの設計値が正しいかどうかの確認が比較的早くできる。その金属の加工技術もなんかもう最先端の加工技術で、日本で 3D プリンターとか聞くともう未来の尺八なんだっていうようにやっぱり素人はね思って、でもそれはあくまでも方策であって、その最初にあるのはやはり三塚さんが製管師さんとして長年培ってこられたいろんなこのデータがあるということなんですね。これ竹の楽器は僕が作ったからね、僕は自慢できるかもしれないけど、これは僕が作ったんじゃないんでですよね。機械が作ってくれたんで、じゃあ自慢しちゃダメなんですかってことになっちゃうけど、でも作らせたのは僕だっていう頭の中にあるのは僕なんでっていうところです。だからその人間がちゃんと頭の中に描いているものを具体的に今は機械で作ることができるっていう一つこと、精密に。だからこういうことができるようになったっていうのは確かにすごい技術なんですけど、
でもだから機械が偉いわけじゃない。別に僕が偉いんだって言いたいわけじゃないですけどでも本当は偉いのは俺だって言いたいですよね。